17世紀初頭、絶対王政が各地で帯同する中、フランスの王女として生まれながらもイタリアの小国サボイアを舞台に権力を握り、その構造を作り変えた女性がいた。彼女の名はクリスティーヌ・ド・フランス。アンリ4世の娘としてパリで育ち、政略結婚によりトリノへと渡った彼女は、夫の死後、摂政として内戦、外交闘争、文化統制といった多層的な課題に立ち向かう。彼女の統治は単なる王妃の代理人ではなく、国家の枠組みそのものを設計し直す政治的作業であった。果たして彼女は何を守り、何を再編し、どこへ向かわせたのか。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、幼少と婚姻。1606年、パリのルーブル宮に生を受けたクリスティーヌ・ド・フランスは、フランス王アンリ4世とマリー・ド・メディシスの間に生まれた第三王女であった。ブルボン朝最初の王である父は、宗教戦争を終結させた寛容の象徴であり、母はイタリア・フィレンツェのメディチ家から嫁いだ芸術と政治の好典を体現する女性だった。生後すぐに洗礼を受け、宮廷文化と信仰の洗練をまとった環境で育つが、9歳で父を暗殺によって失うという衝撃が、幼き王女の人生に最初の影を落とした。当時のフランス王国は、絶対王政の制度的土台を築きつつあるものの、王権の後継や摂政の正当性をめぐって不安定さが残っていた。母マリーが摂政となったが、貴族やパリ高等法院との緊張関係が絶えず、宮廷はしばしば派閥闘争に揺れた。そうした中、王女たちの婚姻は国家戦略の一環として緻密に計画されていく。クリスティーヌに与えられた縁談は、イタリアとフランスをつなぐ。サボイア公国の後継者、ビットーリオ・アメーデオ一世との政略結婚だった。1619年、13歳のクリスティーヌはパリを離れ、トリノへ向かう。この婚姻は、ブルボン朝がアルプス越えの安全保障を確保し、イタリア方面への影響力を維持するための外交的布石でもあった。一方、サボイア側にとっても、フランス王家との連携はスペインとの微妙な均衡を保つ上で不可欠なものだった。外交儀礼を尽くしたこの結婚式には、ヨーロッパ中の君主たちが関心を寄せ、フランス宮廷はこの結びつきによって新たな同盟の時代を告げようとしていた。市民の感覚もまた複雑である。パリの民衆にとっては王女が異国へ売られるという感覚が根強く、対外婚姻に込められた国策的意義には無関心な声もあった。一方で、宮廷誌やパンフレットでは華麗なる大公妃、信仰の娘としてのクリスティーヌ像が理想化され、フランス文化の輸出者としての期待が込められていた。制度面では、王女の政略婚は封建的国際関係の安定装置として機能していた。婚姻契約には持参金、相続権、宗教慣習などが詳細に盛り込まれ、教皇の承認も得て、単なる私的関係ではなく外交的文書の性格を持っていた。クリスティーヌの婚姻は、サボイアの統治体制にフランス的制度文化を浸透させる視点ともなった。当時の関係者の評価は多様である。フランス宮廷ではこの結婚をスペイン包囲網に対する戦略的成功と受け止め、マリー・ド・メディシスは娘の喪失に満足を示した。サボイア側ではフランス王家の血統を迎えることが名誉であると同時に、国内貴族との権威競合を生む火種ともみなされていた。現代の研究では、この婚姻が単なる王女の政略的配置にとどまらず、後の摂政期におけるフランス制度と文化の導入に道を開いた点が再評価されている。クリスティーヌは嫁いだ王女ではなく、文化と統治を運んだ使者だったとする見方が主流である。異国の地に降り立った13歳の少女は、後にその地で政治の中枢を担うことになる。だがこの時点でそれを予想した者は少なかった。第2章、大公妃としての文化振興。結婚から10年余りが経過した1630年、サボイア公国に激動の転機が訪れる。夫ビットーリオ・アメーデオ一世の兄カルロ・エマヌエーレ一世が崩御し、夫がサボイア公位を継承する。これにより、クリスティーヌは大公妃としてトリノ宮廷の第一夫人となった。新たな公国の支配層として、彼女に課されたのは、
国の内外に威信と安定を示す文化的演出の構築だった。背景としてサボイアは当時イタリアにおけるフランスとスペインの間に位置する緩衝地帯であり、その政治的選択は両勢力の圧力下に置かれていた。しかも長らく軍事と貴族の権益に支配されてきたこの小国には、宮廷文化の体系や王権を象徴する儀礼が十分には整っていなかった。クリスティーヌにとってそれはフランス式の文化様式を導入し、支配の正当性を資格と儀礼で裏付ける好機でもあった。彼女は早速トリノのパラッツォマダマの改修を命じる。この宮殿は以後王妃の居所にふさわしい壮麗なバロック建築へと生まれ変わり、後のピエモンテ建築様式の基礎ともなる。さらにはバレンティーノ城の改築にも着手し、フランス宮廷風の幾何学庭園、劇場、舞踏室を導入。これによりトリノ宮廷は文化的にフランス化され、同時にサボイアの独立した王権の印象を強めていった。周辺諸国との関係にも文化外交が波及する。彼女の宮廷はフランスやイタリア北部の詩人、画家、建築家を招き、定期的な舞踏会や仮面舞踏の祭事を開催。これらは芸術の交流であると同時に列強の大使を歓待し、国際的な交渉の場を演出する政治空間でもあった。クリスティーヌの姿勢は文化を通じて対外的な尊敬を得、国際社会におけるサボイアの見せ方を再構築する試みだったと言える。民衆の側では豪奢な宮廷文化の導入が賛否両論を生んだ。都市部の市民は仮面舞踏や祝祭に参加することで新たな文化に魅了される一方、農村や古参の貴族層には異国趣味や浪費との批判もあった。とりわけフランス語やラテン語による公文書の増加は伝統的なイタリア語圏文化との摩擦を生んでいた。制度的にはこうした文化政策は単なる贅沢ではなく、王権の正当化と官僚制度の再編と密接に結びついていた。彼女は宮廷儀礼や序列制度の制定、信仰儀式と政務との分離、公文書における儀礼文語の定式化など行政の様式化を推進した。こうした制度整備はサボイアを中性的封建制から脱却させる第一歩となる。この時期の関係者評価はおおむね肯定的で、フランス宮廷では新しい文化の女王として称賛された。ベルサイユを理想とした儀礼様式の模倣が見られることからも、彼女の影響力がいかに国際的であったかがわかる。一方でサボイア内の保守的諸侯からは外来文化の流入を懸念する声も強く、後の内戦の伏線がこの時期に潜在していたとも指摘されている。現代の歴史研究ではクリスティーヌの文化政策は単なる装飾的改革ではなく、統治の権威基盤を制度化する装置だったという視点が主流である。文化とは国力の象徴であり、宮廷とは支配の再現装置であるという近代国家論に基づき、彼女の導入したバロック様式は王権演出の技術であったと再解釈されている。第3章、夫の死と摂政継承。1637年、ビットーリオ・アメーデオ一世が突然の病によりこの世を去った。クリスティーヌにとってこれは個人的な喪失であると同時に、国家運営の責任を全面的に担うこととなる重大な政治的転機であった。夫との間に生まれた長男フランチェスコ・イアチンテはまだ5歳。法的には成人に至るまでの間、母であるクリスティーヌが摂政として統治を代行することが定められた。この制度はサボイアに限らず多くの君主国家に存在した未成年後見制度にのっとったものであり、王族の母親が摂政となるのは前例に基づく慣習的処置だった。だが実際には摂政という制度的地位には明文化された権限の限界や貴族層との間での統治正当性の問題が潜んでいた。特にフランスから嫁いできたクリスティーヌがサボイア固有の制度文化や権力バランスに十分通じているのかという不安が急速に国内に広がっていく。背景にはサボイア内の派閥構造が複雑化していたことがある。ビットーリオ・アメーデオの弟であるトマス・フランチェスコと宗教界に身を置いていた弟マウリッツォ・スーキ教の2人は、どちらもフランス色の強い政治姿勢に乖離的であり、スペインとの伝統的関係を重視していた。クリスティーヌがフランス王家の血を引くことがむしろ彼らの警戒を招く結果となる。当時の民衆の感覚は
二分されていた。一方ではフランス王女が摂政となることにより大国の後ろ盾を期待する声があり、特にトリノなど都市部の市民層ではフランス的秩序の導入に一定の期待が寄せられた。他方、農村部や貴族階層では外国の女が支配者として君臨することへの反発が根強く、王権の中立性や信仰上の伝統が損なわれることを恐れる声が上がった。外交上もフランスとスペインの緊張関係がサボイアに持ち込まれる懸念があった。両大国は30年戦争下で激しく対立しており、アルプス以南のサボイアはその緩衝地として両陣営の影響力を等距離に保つ必要があった。クリスティーヌのフランス寄りの立場はスペインと結びついた貴族層にとって受け入れがたいものであり、摂政政権の外交方針をめぐる亀裂が露見し始める。制度的には摂政の即位にあたり国務会議と聖職者会議の承認が必要とされていた。クリスティーヌはこれを正式に取り付けたものの、その過程では多くの反対意見と政治的取引が交わされ、形式上の合法性と実質的な支配力とのギャップが浮かび上がっていた。特に地方貴族の忠誠確保は困難を極め、彼女の政権は当初から不安定な土台の上に置かれていた。関係者の相互評価では、フランス宮廷が彼女の即位を全面的に支持し、軍事的支援の可能性にも言及していたのに対し、スペイン宮廷及びその影響下にあるサボイア貴族たちは露骨な不満を抱いた。弟トマスはこの時点からすでに後に勃発する武装蜂起の準備に着手していたという記録もある。現代史学の視点では、この摂政就任は単なる女性の権力移譲ではなく、封建制から中央集権への過渡期における制度の臨界点を移す事例とみなされている。クリスティーヌの立場は王族女性の補完的存在から独立した政治主体へと変質していく過程にあり、そこにこそ彼女の歴史的意義があるとされる。摂政としての初期決断はこれから続く内乱と外交対立の序章でもあった。第4章、内紛貴族のフロンド勃発。クリスティーヌ・ド・フランスが摂政の座についた翌年、サボイア公国はその統治体制の根幹を揺るがす深刻な内紛に突入する。これは後にピエモンテのフロンドとも呼ばれるが、単なる宮廷争いではなく、地方貴族の政治参加、外交的主導権、制度的正当性をめぐる多層的対立が交差した構造的危機であった。事の発端は、クリスティーヌの摂政就任に不満を抱いた弟たち、マウリッツォ枢機卿とトマス・フランチェスコが、それぞれサボイア内の保守貴族や軍部と連携し、クリスティーヌ政権の正当性に疑義を唱えたことにある。彼らは摂政の座が外国女性によって占められることを神の秩序への違反として批判し、その背後にフランス王室の影響力があると非難した。背景には、30年戦争終盤におけるフランスとスペインの外交競争が色濃く影を落としていた。サボイアはアルプスの戦略拠点として両国にとって不可欠な地域であり、クリスティーヌのフランス寄り外交はスペインと結びついた旧派閥にとって存亡に関わる問題だった。とりわけトマスはスペイン王フェリペ4世から軍事的支援を受ける約束を取り付け、軍事的反乱へと踏み切る。この内戦は単なる貴族の一揆ではなく、サボイアという国家の主権をめぐる戦争となる。1639年、反クリスティーヌ勢力はサボイア北部の要衝を制圧し、トリノを包囲する構えを見せた。これに対し、クリスティーヌは自らの親衛隊を編成し、バロンティの城を拠点に持久戦を展開。時には都市民の自衛団を組織し、軍事力のない宮廷を戦時体制に適応させた。当時の市民社会は深く分断された。都市部ではフランス的改革に希望を託す層がクリスティーヌを支持した一方、農村部や聖職者の間ではトマス派が支持を集めた。反乱は同時に誰が伝統を守るのか、信仰と統治の正当性を誰が継承するのかという観念の対立でもあった。パンフレットや説教を通じて世論戦も展開され、摂政政府と反乱軍は言葉の武器で民意の獲得を争った。制度的に注目すべきは、この争いが単なる王家内の継承問題にとどまらず、摂政制度の法的限界を可視化した点である。クリスティーヌは議会の支持を得て自らの地位の正当性を証明しようとしたが、反乱派はそれ自体の編成をフランス式押し付けとして拒絶した。これは
封建的自治と中央集権の衝突でもあった。関係者の中では、フランス宮廷が全面的にクリスティーヌ支援に動き、弟ルイ13世の名のもとに援軍派遣が計画された。スペインはそれに対抗してトマスに資金と兵を提供し、局地的な戦闘でありながら国際戦争の代理戦場と化していく。この構図は、サボイアの主権が実質的に外部勢力によって左右される危険を露呈していた。現代の歴史解釈では、この内紛は単なる王家内の反乱ではなく、国家構造の変容過程における不可避の摩擦であったとみなされている。クリスティーヌの治世は、貴族と教会、軍部という伝統的権力を削ぎ落とし、王権を中心とした近代的国家制度への移行を象徴していた。したがってこの戦いは過去と未来の衝突でもあり、クリスティーヌはその最前線に立っていたのである。第5章、フランス軍介入と政権盤石化。内乱が泥沼化する中、情勢を決定的に動かしたのがフランス本国からの軍事介入だった。1639年、摂政クリスティーヌは弟ルイ13世と最小リシュリューの支援を得て、フランス軍を正式にサボイアへ導入する。これは、王家間の援助という美名のもとに行われたものだったが、実質的には、ピエモンテ領をフランスの影響下に置き、スペイン勢力の南下を阻止するという明確な戦略目的を伴っていた。この軍事介入の背景には、30年戦争におけるフランスの外交構想がある。当時、フランスはドイツ中部でハプスブルク家と激しく対峙しており、イタリア戦線でもスペイン勢力との争奪が熾烈を極めていた。アルプス越えの通商軍事ルート確保は死活的問題であり、サボイアの掌握はそれ自体が軍略上の要衝だった。クリスティーヌの政権は、この地政学的構図においてフランスの代理統治者として行動したとも言える。フランス軍の鳥の到着によって、戦局は一変する。クリスティーヌはバロンティの城を守り抜きながら、反乱軍の主要拠点であるサルッツォ、クネオなどに反撃を指示。これに応じて都市民や中流層が次第に摂政側へと転じ、軍事的な優位は徐々にクリスティーヌの側に傾いていった。一方、トマス派はスペイン軍と共闘しつつも物資兵力の不足に悩まされ、持久戦に耐えきれずが壊していく。当時の民衆は、フランス軍の到来を救済と侵略の二重のイメージで受け止めていた。都市の安全確保と秩序回復への期待がある一方で、異国軍の駐屯や挑発に対する反感も根強く、特に農村では新たな支配者が来たとの見方が広がった。だが、クリスティーヌは宮廷儀礼や教会への寄進などを通じて市民感情の軟化に努め、宮廷文化と軍事秩序の調和を模索した。制度面では、戦時統治の名のもとに徴税制度や治安維持機構が再編され、近代官僚機構の基礎が築かれた。軍政と文民統治の明確な分離、国庫管理の一本化、軍人の階級制度の明文化など、後のピエモンテ公国及びイタリア密る一国家の礎となる制度が、この時期に試験的に導入されている。クリスティーヌの統治は、単に戦を終わらせるのではなく、戦を利用して国家体制を整えるという目的性を帯びていた。関係者間では、この時期のクリスティーヌに対し、フランス側は極めて高い評価を与えている。リシュリューは彼女を王国の利害を知る者とし、また外交儀礼文書では摂政であるがゆえに、君主以上の重みを持つ存在とまで評した。一方、サボイア内の反対派はこの軍事介入を国家の主権喪失と糾弾し、彼女の正当性に対する反発は最後まで消えることはなかった。現代の歴史学においては、このフランス軍の介入と政権安定化をもって、クリスティーヌが単なる摂政から実質的な国家統治者へと変容した瞬間と見る見解が強い。国家とは軍事、外交、制度の3要素から成り立つとするならば、クリスティーヌはこの時点で全てを掌握し、サボイア公国を実質的な君主国家へと脱皮させる原動力となっていたのである。第6章、和平と権力調整。内戦が事実上終結し、クリスティーヌ政権が優位を確立した1642年以降、サボイア公国は次なる局面、内外の和解と権力構造の再調整へと舵を切る。軍事的勝利の後に続くこの期間は、国家制度の持続性をいかに確保するか、対立した貴族層をどう再統合するかという
統治の成熟が問われた時代であった。最大の転機は1642年に結ばれた和平協定にある。これにより反乱派の中心であったトマス・フランチェスコは一定の自治権と領地保持を条件にサボイア公国への忠誠を表明し、事実上クリスティーヌの政権を承認した。さらに決定的だったのが彼の息子マウリッツォ大司教とクリスティーヌの娘ルイーザ・クリスティーナとの婚姻による和解である。これは分裂したサボイア家を一つに戻す象徴的な一手であり、同時に外交と宗教の対立を封じる法的儀式でもあった。このような和解には背景としてカトリック教会、とりわけローマ教皇庁の介入が重要な役割を果たしていた。教皇ウルバヌス8世とその後継者はサボイアの内紛がイタリア全体の安定を脅かすことを懸念し、和平の斡旋と婚姻の協議的正当化を支援した。教会の権威を媒介とすることでクリスティーヌの政権は神の秩序によって承認されたという象徴的正当性を獲得したのである。和平の実現と並行してクリスティーヌは国内統治の再整備にも乗り出す。反乱によって機能不全に陥った地方統治機構を復旧させるため、州議会の再編、徴税権の見直し、地方代表との協議制度の整備が進められた。これらは専制ではなく協調的支配の枠組みを制度化し、貴族と都市との関係を安定させるための布石でもあった。民衆の意識にも変化が見られた。和平後、クリスティーヌは各都市で自費と和解の行幸を行い、教会や病院、学校など公共施設への寄進を積極的に行った。この行動は支配者としての威厳と同時に自母としての顔を民衆に印象づけ、都市部では王妃個人への忠誠が公的忠誠と結びつく過程が見られるようになる。一方で、制度的観点から見ると、これらの再調整は摂政という本来一時的な地位を恒常的権力へと変質させる過程でもあった。クリスティーヌは息子シャルル・エマヌエル2世の名の下で政務を執り行いながら、法令発布や外交文書への署名においても実質的に単独で決定を下すようになる。この時期から摂政という肩書きは形式でしかなく、クリスティーヌが名実ともにサボイアの支配者であったことは明白である。関係者の反応も初期の対立から慎重な協調へと変化していく。サボイア内の貴族はクリスティーヌを完全に受け入れたわけではないが、彼女の政治手腕と外交的安定に対しては現実的な評価を下すようになる。フランス宮廷やバチカンも彼女の統治がもたらした秩序の回復を女性君主の成功例として称賛するようになった。現代の歴史解釈では、この和平と調整の時代こそクリスティーヌの真の統治者としての力量が発揮された時期とされている。戦乱を乗り越えた後の制度改革と官僚政策、そして王権と貴族、教会、民衆のバランスの再構築は近代的国家運営の基本形を提示した試みであり、彼女の政治哲学の結晶と見ることができる。第7章、息子への政権移行と晩年。1648年、シャルル・エマヌエル2世が正式に成人と認められ、名目上クリスティーヌの摂政期間はここで終了する。だがこの政権移譲は単なる世代交代ではなく、政治的継続性と権力構造の調整という二重の意味を持っていた。彼女は摂政職を辞した後もまだまれあれ、王太后として宮廷と国家運営に深く関与し続け、事実上の支配者であり続けたのである。背景にはシャルル・エマヌエル2世の若年性と、彼が未だ国際的にも政治的にも未熟とみなされていた事情があった。クリスティーヌは母として、また王国の建設者として、経験に基づく統治の技術と人的ネットワークを用いながら、彼を形式上の君主として徐々に公的空間に導き出した。これは単なる貢献ではなく、演出された政権移行だった。外交面でも、彼女の影響力は継続された。フランスとの同盟関係を保持しつつ、オーストリア・ハプスブルク家との対話も進め、バランス外交の巧みさを維持した。また教皇庁との関係も再編成され、トリノにおける司教任命や宗教施設の整備において、彼女が裏で調整役を果たしていたことが記録に残されている。内政においては、クリスティーヌの統治理念が制度として結晶化する過程が見られる。彼女の主導により、
行政改革はさらに進められた。王室財政の透明化、公文書制度の整備、都市特権と中央官僚制の調停など、実質的に官僚国家への移行が始まっていた。また1648年以降に本格的に進められた地市編纂計画、テアトルム・スタトゥーム・サバウディアエは、地図、文化、宗教の三位一体による領土の視覚的統治を象徴するものであり、彼女の文化政治の到達点であった。市民感覚の上でも、彼女は戦の摂政から平和の母へと印象を変えていった。王宮では演劇、詩、楽芸が保護され、バロック文化が最盛期を迎える。彼女自身が詩文の講演者であり、知識人との交流を通じて国家アイデンティティの形成に寄与した。こうした文化的統治の成果は、後にピエモンテ文化の源流として認識されるようになる。制度的には、母公としての地位を利用し、摂政時代に整備した官僚軍事構造を継続的に監督した。特に人事においては、地方貴族を慎重に登用し、反乱経験者にも再機会を与えることで、貴族層の忠誠を獲得していた。この寛容な絶対主義は、彼女独自の政治スタイルとして歴史に刻まれている。関係者の評価として、フランス王家は終始彼女をサボイアの安定装置として認識し、スペイン宮廷ですら彼女の外交的手腕を手の届かぬ存在と評していた。一方で、トリノ宮廷内にはシャルル・エマヌエル2世の即位後も母の影響を嫌う声もあり、完全な統一的支持ではなかったものの、政務におけるクリスティーヌの関与を外すことは事実上不可能であった。現代の視点から見ると、クリスティーヌの晩年は、女性が制度の内側から国家を再編成した稀有な事例として注目される。名目上の権限はなくとも、制度、外交、文化の全方位にわたって実質的な支配力を維持したその姿は、王権の女性的形式ともいえる。1663年に死去するまで、彼女は宮廷と国家の心臓であり続けた。今回の動画は以上となります。クリスティーヌ・ド・フランスの生涯は、摂政という形式的地位を超えて、国家の制度、文化、外交を再設計する過程そのものでした。彼女は単に夫の死を機に政権を引き継いだ王妃ではなく、封建的な分権構造と外圧の狭間で揺れるサボイアを近代的な王国へと軌道修正した設計者だったのです。宮廷儀礼から軍政、文化事業に至るまで、彼女が手を加えた全ての制度には秩序を作る知性が通底していました。果たして国家とは誰が築くのか、そしてその秩序の中に個人の意志はどう宿るのか。クリスティーヌの統治はこうした根本的な問いを私たちに投げかけてきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。